昔の9月場所を見てみよう。というわけでですね、昔の9月場所を見てみようということで、すっごい昔です。44年前。やばない、生まれてへんやん俺。なんで関西弁なん9月場所初日ですね、ちょうどですね、この時は千代の富士関の横綱昇進が決定した場所、そして中日にですね、昭和天皇が観戦された場所、東北の宮方北の富士関ですね、千代の富士関西洋横綱が横綱大関を兼務した場所でございます。見てみましょう。早速ですけども、はい、行っちゃいましょう。はい、親方チャンネル。一番最初、西前頭筆頭大事山関と西関脇の朝潮関でございます。花籠親方ですね。花籠親方ね。お、ちょ前の高砂親方ね。はい、前の高砂親方です。イヤホン、はい、イヤホンつけましょう。しちゃおうかな。すごい懐かしいっていう生まれてないですか懐かしいというか、なんかこちょうど我々生まれるちょっと前ぐらいですね。う、そうね、確かに。この頃手つかないもんね。すごいの腰、鬼の腰。やばいねあれ。残して、そりゃすごっ。柔らかいね。土柔らかいですね俵際。やっぱさ、こんな相撲だったら見たいよね、みんな。そうですね。すごいもん。どう？いや、本当全然動きが違いますよね。寝てた？はい。みっちゃん寝てた？いや、ちょっと見てるみっちゃん。シャキッとしてます。だけど、は続きまして、東関脇琴風関と東前頭3枚目栃光関です。こちら琴風関、全国の親方ですね。い。はいはこちら栃光関。すごい。栃光関といえばもう自分の熊本のスーパースターですから。い。あ、そうなんだ。はい、熊本なんだ。熊本です。なんかこの手をつかない相撲って逆になんか難しそうですね。そうですね。なんかこう立ちづらいかなと思うんですけど、昔の方っていうかこういう状況でですね。やっぱ今も昔も相撲人気だね。こう見るとね、お客さんすごいわ。続きまして東横綱張り出しですね。張り出し若乃花関2代目の若乃花関ですね。で東小結の鞍馬関です。おお、イケメン。イケメン。イケメンね、鞍馬関。筋肉質な感じの人が多いね、やっぱりこの時代ね。なんかあんまりこう大きい人っていうでかいっていうよりかはなんか締まってる感じの。なるほど。なんか黙っちゃった。面白いですね。やっぱ思い出の土俵とか面白いですよね。面白い。続きまして、ほい。東前頭4枚目蔵王錦関と西横綱大関千代の富士関。蔵王錦関と千代の富士関になります。なんか
俺はなんか最初に見た横綱が千代の富士的なイメージああ俺の記憶に残ってるのがね最初誰ですか？いややっぱ高田さんああけぼののやっぱそこでもちょっと違うんだへえ左の前に速いねすごくない？そっから勝つおお、すごい。体幹むちゃくちゃ強いんだろうな。いや、こっから似合ってしましたもんね。上手投げこっからって顔しました。下手投げか。おお、笑っちゃった。下でねすごいですね。首巻いて今の力士だったら怪我するねできんわなんなんだからこれ9月場所だから蔵前国技館ってことですよね。あ両両国じゃないですよね。あそうですねですよね。昭和60年ね、昭和60年だからね。東横綱大関北の海関と東小結張り出し小結ですね。麒麟地関です。麒麟地関もすごいいいつきましたね。でもなんか俺うちの師匠だけどさ絶対胸で出してほしくないんだよ腰めっちゃ重そうじゃないああ、絶対重いでしょ。絶対重い見た感じ重そうだね絶対重いでしょ。強いな強い強いな手ですね。強い北の海理事長って背どれぐらいですか、身長が。いや80ぐらい多分そんなでかくないよそうですよね。そんなありますかね。いや80ぐらいでしょ。ちょうど80ぐらいだよ手胸からがっぷりっすよね。かっぽりですねめっちゃ強くないですか。力が強いですよね。いやでもやっでぱ横綱っすよね。はい、というわけでですね、ちなみにこの時の、幕内最高優勝は琴風関の12勝3敗だったというそうなんだ初優勝でした。すごい。44年前。生まれる前ですけどもやっぱこの頃もやっぱねこうなんか熱気があってこうやっそうですね。ぱこの土俵際の粘りとかがすごくね花川親方とかさもうあれどう見てもさ終わったなと思ったところからね残してやっぱすごいわ。いやすごい柔らかいね相撲が柔らかい本当親方チャンネル続きましてちょっと前ということで14年前ですね。平成23年2011年ですね、はいはいはいの秋場所中日4月場所で2度目の幕内優勝を果たした大関日馬富士関の横綱昇進の、挑戦が、注目される、場所です。白鵬関にとっては、この場所幕内優勝すれば20回目の大台に突入する場所です。7日目までで、白鵬関と、琴奨菊関稀勢の里関の3人が全勝で栃王山関と加賀丸関の2人が1敗で追いかける展開となった、中日でございます。千代の国関と顔尾錦関。これだから2011年だからこれ2場所目ですよ。重量2場所目です。顔尾錦関も重量2場所目です。東関部屋ね顔に式まだあれだねまだ怪我が少ないねこの頃はまだそうですね。なんかこの前手首しかないですね。この前知恵の国喋ってたら首もおかしいし肩もおかしいし肘もおかしいし腰もおかしいしとか膝もおかしいとか言ったのお前関節全部やんとか言ってお前関節全部やんとか言って手術しておられますもんね、何回も。なんかもうじゃあ頑張るマンって感じもは土俵際とかもい。立山関ですね。と君風です。あれ君風って忘れた難しい。だよねちなみにその時違う中立山関は
久しぶりの最重量です。あ、そうなんだ。はい。名古屋場所で最重量になりましたんで。ちっちゃいけど正攻法だね。そうですね。違うのだけどね。若いな。若い。相撲がめちゃめちゃフレッシュでしたね。フレッシュだね。わ、小さ。新井さんあれは、あれ、まだ手ぐるぐる巻きじゃないの？琴勇輝関と、高見盛関ですね。今のがでかいじゃないですか。今のもでかそう、確かに。で、細いな、まだ。東関清香ね。そのルーティンですね。ふっ。フレッシュだな。突っ張りも若々しいね。若い。勢い感じるね。小さいの。小さい。まだ。まだ小さいです。この頃まだほってやってたのまだ。ただいまの決これなんかまり手はほってやってる突き出しはい、妙義龍。続きまして妙義龍、玉の島関ですね。島関。で島かっ。関でかっ。島関でかっ。全然別人ですね。今と比べたら。今細いもんね。遅いです。妙義龍まだ小さいね、なんかね。島関でかっ。だけどなんか妙義龍小さいけど島関でかっと思うよ。さあ続きましてデブ。私天海鵬と、現松山親方の武士山関ですね。そのまま。まだ全然この時の方がでかいですよ。この時この時何キロぐらい？ 180後半ぐらいですかね。懐かしい。買ったのかマジでかいね。な。でかいっすね。まあ僕も重量2場所目覚えてる？覚えてますね。これまだフレッシュな時の展開法。そうです。親方チャンネル。さあ続きましてここから幕内いきます。木村山関と玉飛鳥関。おまあまあ。お。マーマンとターマンですね。多分あ、ママ久しぶり。うまいんだよね、こういうのね。左からね。左から来るのよ。左左から。これ嫌な相撲取るんだよね、まあまんがまたさ。いなしたいで。ないですすよね。さあ皆さんお待たせしました。次小野川方の登場でございます。国会関と懐かしい国会って。国会か。いたな、国会。ひげ。国会ひげ痛いんだよな。手をついて脇山。俺この時、下高野花親方なんだけど、落っこった時に、高野花親方の膝がここに入ったの、その日から鼻かんだら目から鼻水が出てくるようになった、この日を境にこの日を境に思い出した。これほら押さえてる、これそこの日を境に高安関と、元トレフィーズの山科親方ですね。高安ちっちゃ。ちっちゃ。ゲー当たりするの。猛牛だな本当に。おお、すごい。
込んでいたんですけど、そう山科親方今と変わってなくない形。そうですね。形何も変わってないですね。見た目一緒っすね。高いやつはまだ細いね。さあ、お待たせしました。海星関と白宮親方が登場でございます。これ多分はたいてますよ。はたいてる。はたいてます。引き落としかなんかしてます。あ生きってる。ちょっと生きってる。なんかちょっとイキリプレーです。細いよ。かわいそう今のもでかいわ。これでかっ。知らぬ親方らしいはたきだね。でかっ俺。でかいっすね。でかいよ。やっぱ相撲取ればちょっとやや生きり。そうですね。やっぱやや生きり。どんだけ生きるかですからね。竹風関と豪江戸関ですね。押尾川親方と竹熊親方の、うわ細い。細いな。強いねやっぱね。この時まだもう大関になってる？なってないの？いや、この時はですね、竹熊親方は西前頭5枚目。まだ。若野佐渡関と吉風関ですね。西岩親方と中村親方の一番でございます。細いな。細っ。若野里関の僧帽筋すごいねやっぱり。フットワークがいいね。相撲センスというかこう吉風らしい速い相撲。2年生でアマチュアチャンピオンでしたっ3年生ですかね。け。すごいよね。豊ノ島関と豊真将関ですね。豊ノ島でかいな。豊真将もいい体してましたね。頭上げてくんないんだよね。嫌な相撲取る。嫌だよね。豊真将の相撲って書いてあるこれね。ザ・豊真将みたいな感じです。そうですね。頭上げませんみたいな。嫌な相撲取る。やりにくかったもんな。まあまあ背あってこれしますもんね。ね。宮部山関と、稀勢の里関ですね。双子山親方と西の関親方の一番ですね。まだ細いね。これ何年前だろう。14年前。 14年前です。先代の鳴子親方。面白いね。そうですね。面白いね昔の相撲。なんかこの頃はなんかさ、四つ相撲というよりかなちょっと押し相撲的な感じのね。あの時はそうですね。この時は押し相撲。なんか突き押しもありつつ左四つも取るみたいな。みんなフレッシュだね。若々しいね。さあ続きまして春馬富士関と時天空関でございます。今思ったら細いよね。すごいね。あんな出し投げ打てないもんね。出し投げ打ちながら相手の足とか足払ってさ払ったことないですよ。しゃがんでるもんね。白鵬関とこちら清方親方栃尾さんでございます。
ちなみにこの時の幕内最高優勝は白鵬関でございました。昨日でもでかいですね。高知県安芸市出身春日野部屋。どんな相撲かな。よいしょ。強っ、早っ、強えな、強えな。腰の位置が低いもんね。立ち合いとかもう左早っ手ですね。固めてんのに入ってるもんね。早いんだよ。いや、固めてってんの。回しの位置が低いもんね。すごなんかこう横綱ってこの何ですか、こんなその攻めて横綱がこんだけ攻めが速いって、いやすごいですよね。いやでもこの足首とかも柔らかいしさ、足なんかい。しなやか。しゃあ。決まり手は寄り切り。続きましてちょい昔ですね。ちょい昔もあるんだ。 5年前を生かしていただきます。この時はですね、新型コロナウイルス感染症流行に、伴ってですね、先場所7月場所に続いて人数制限をかけての開催となりました。あったね、人数制限ね。はい、2敗の正代と3敗の翔猿の対戦が組まれ、翔猿が勝てば結びの、貴景勝対朝乃山の大関同士の対決の結果次第で2人もしくは3人の優勝決定戦も予想された千秋楽でございます。佐田の海関と豊昇龍ですね。新入幕ぐらいの。西前頭16枚目なんで、これ多分新入幕ぐらいだと思います。佐田の海は変わらないね。そうですね。すごいこう長く動いてやってますし、本当に。5年前ね。でも佐田の海5年前でも32、3歳だからすでにベテランだよ変わね。んないですよね。そうですね。 5年前のベテランでまたすごいですよね。栄光宝富士。琴恵光とか。なんかこのやっぱ寂しいね、お客さんいないとやっぱりこう見てたらなんか。そうですね。本当っすね。この時はやっぱね。今とかやっぱすごいもんな。お車方どうでしょうか。体小さいけどね、胸合わせてね、がっぷりで相撲取れるってすごいよね。お客さんがやっぱいない分、この息遣いとかがすごい聞こえますね。音がね。ああ、炎鵬ね。ちょっと大きくなってますね、さっき。確かに確かにでかくなってるわ。入ってきた指導がしてあげなきゃいけない。それ人気出るよな、この相撲取ってたら。それ人気出るわ、このルックスで。そうですね。ね出るよ、そりゃ。碧山関と隆の勝関です。
ですね。碧山、元青山ですね。岩友親方が登場という。手をついて大栄翔関と隠岐の海関ですね。金釜の方。東関脇正代と東前頭14枚目の翔猿でございます。翔猿が相当この活躍した場所で先ほども言ってますけあど、あ、はいはい3は敗だったんだ。そうです。 14枚目で。 14枚目でい。あったね。関脇戦というですね。俺この取り組み生で見てたなちゃんと。じゃあこれがあれか。翔猿が勝って朝乃山貴景勝が勝ったことに三つどもえになるみたいな感じですね。正代勝ったら優勝みたいな。だっけだな。そう千秋楽のね。知らんけど。あ、そういうことですよ。勝ったら3敗になっちゃう。翔猿が。まだ大関上がる前かこれ。そうですね。おお。ということでここで、はい、この時の場所が幕内最高優勝は正代ということで、正代で優勝でという気がするわけですね。大貴関景勝朝乃山と兵庫県芦屋市出身千賀浦部屋。港川親方は何があったんですかね。今めっちゃ別人だなマジで。おい。東で中山親方が勝ったという一番ですね。全然違いますね、本当今と。全然違うわ。面影ないですね。別人？別人ですよね。人ってこんな変わる？本当に違うよね。違いますね。全然違う。ただいまの決まり手はね、今の方がね。まあ実際若いんだけどね。実際若いんだけど。優勝しましたということで。親方チャンネル。はい、というすごいな、面夏白場所でしたけども、いかがでしたか。いやーなんか時代をねいろいろこう遡って面白いねやっぱね歴史を感じますね。い。昔の相撲面白いですね。面白いですね。伊豆親方どうでした。いや本当にもう面白かったですし、と言いますと。俺が一番も出てこなかったです。そうですね。あえてもう出さないようにお食事中の方もいらっしゃる。あえてそこも皆さんお食事中の方もご覧になってるかもしれませんし、みんなのためにですね。はい。というわけでですね。はい、9月場所、まあ大昔から出たあれですけど、振り返ってみようという、コーナーでございました。これからまた9月場所が令和7年が始まるということで、そちらの方もですね皆さん注目していただければと思います。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録、そして高評価、そして動画のシェアの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた何かしらでねお会いしましょうと。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。